皆さん、こんにちは。ことの葉の旅へようこそ。ナビゲーターのジンです。このチャンネルでは、日本の文学作品を通して、日本語と日本の文化や人々の暮らしをご紹介しています。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。今回は小泉八雲の怪談、耳なし芳一の話の第3回、いよいよ最終回です。前回、平家の霊から芳一を救うため、お寺の住職は芳一の体中にお経を書きました。そこへ再び、あの武士の足音が近づいてきています。今回の物語には、何々通りにという言葉が出てきます。命令を守る、決まりを守る、その様子です。住職に言われた通りにじっと座り続ける芳一。しかし、武士もまた、殿様に言われた通りに、ある行動をとってしまいます。姿の見えない芳一に、武士は何をしたのでしょうか。どうぞ最後までお楽しみください。芳一は石のように静かにしていた。すると苦情を言うような声で、返事がない。これはいかん。あいつめ、どこにいるのか見てやらなければ。縁側に上がる重苦しい足音がした。足は静かに近寄って、芳一のそばで止まった。それからしばらくの間、しんとしてしまった。その間、芳一は全身が心臓の動くのに合わせて震えるのを感じた。ついに自分のすぐそばで荒々しい声がこう言い出した。ここに琵琶がある。だが琵琶師は、ただその耳が二つあるだけだ。道理で返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか、琵琶師の体は何も残っていない。よし、殿様へこの耳を持っていこう。できる限り殿様に言われた通りにしたという証拠に。その瞬間、芳一は鉄のような指で両耳をつかまれ、引きちぎられたのを感じた。
とてつもない痛さだったが、それでも声は上げなかった。重苦しい足音は縁側を通って離れていき、庭に降り、道路の方へ通っていき、消えてしまった。芳一は頭の両側から濃い温かいものが滴ってくるのを感じた。が、あえて両手を上げることもしなかった。日の出前に住職は帰ってきた。急いですぐに裏の縁側へ行くと、なんだかネバネバしたものを踏みつけて滑り、そしてぞっとして声を上げた。それは提灯の光で、そのネバネバしたものが血であるのがわかったからである。芳一が瞑想の姿勢でそこに座っているのを住職は見つけた。傷からはなお血をだらだら流して座っていた。かわいそうに芳一。と驚いた住職は声を立てた。これはどうしたことか。お前、怪我をしたのか。住職の声を聞いて、芳一は安心した。芳一は急に泣き出した。そして涙ながらにその夜の出来事を話した。かわいそうに、かわいそうに芳一。と住職は叫んだ。すべて私の失敗だ。私のひどい失敗だ。お前の体中くまなく経文を書いたのに、耳だけが残っていた。そこへ経文を書くことは僧侶に任せたのだ。しかし、僧侶が確かにそれを書いたか、それを確かめておかなかったのは本当に私が悪かった。いや、どうもそれはもう致し方のないことだ。できるだけ早くその傷を治すより仕方がない。芳一、喜べ。危険は今完全に消えた。もう二度とあんな来客に悩まされることはない。親切な医者の助けで、芳一の怪我はすぐに治った。この不思議な事件の話はあちこちに広がり、たちまち芳一は有名になった。高貴な人々が大勢袴ヶ関に行って、芳一の語りを聞いた。そして芳一はたくさんの褒美を贈り物にもらい、お金持ちになった。この事件があった時から、この男は耳なし芳一という呼び名で知られるようになった。
いかがでしたか？芳一は耳をなくしてしまいましたが、激しい痛みに耐えて、最後まで住職との約束を守りました。そのおかげで助かったのです。海の底で何百年もの間、悲しみの中にいた平家の一族にとって、自分たちの物語を誰よりも上手に演奏してくれる芳一は特別な存在だったのでしょうね。さて、ここで芳一が語っていた物語、平家物語について少しお話ししましょう。芳一が語ったのは、日本の古典文学の中でも特に有名な平家物語です。これは戦いの記録をもとにして書かれた物語です。平家という一族がどのように大きな力を持ち、そしてどのように滅びていったのかが詳しく描かれています。この物語を日本中に広めたのが、芳一のような琵琶法師と呼ばれる演奏家たちでした。彼らは琵琶を弾きながら物語を歌うように語る平曲というスタイルで各地を旅しました。彼らの目的は単に物語を伝えることだけではありませんでした。戦いで亡くなった人たちの霊を慰める。つまり、鎮魂という大切な役割もあったのです。平家物語の冒頭には、日本の古典文学の中でも特に有名な言葉が出てきます。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。伽羅宗樹の花の色、乗車必須の断りを表す。という一節です。諸行無常とは、この世のすべてのものは変化し続け、永遠に続くものはないという意味です。どんなに力があるものもいつかは滅びるというこの考え方は日本人の歴史観や価値観にも影響を与えています。物語のクライマックスである壇ノ浦の戦いでは、わずか8歳の安徳天皇が、おばあさんに抱かれて海の底へと消えていきました。平家の一門が滅びるこの悲しい場面はとても有名です。平家の霊たちがなぜ芳一を呼びに来たのか。それは自分たちの生きた証を誰かに美しく語り継いで欲しかったからかもしれませんね。よかったら皆さんもこの機会にぜひ日本の古典文学にも触れてみてください。一つの物語を知るとまた
新しい物語に出会いたくなりますね。それでは、また次のことの葉の旅でお会いしましょう。今回の旅の記録は、ノートから PDF でダウンロードできます。復習に使ってくださいね。